にちは。今日は久しぶりにルームツアーをしようということになりまして、というのもお引っ越しをして1年半ちょっと過ぎたので、だいぶこのうちも最初にこのうちに入ってルームツアーをした時よりも変わっているので、そのあたりをいろいろご紹介していきたいと思っています。はい、お願いします。ということで、ここにまず座れているということがまず最初から違うポイントですね。このうちに入った時はこちらはもうほとんど何もなくて、前のうちから持ってきたテーブルを置いていました。なのでここにはソファーもなかったんですけれども、今はこのようにソファースペースが出来上がりました。このソファーはそんなにすごく最近ではないけれど、だいぶ時間がかかってやっときたソファーですね。でこちらのソファーがもうちょっと最初からあったと。これはツーさんがとても気に入って購入した塔のソファーですね。でこれ私としてはここがですね、座ってると痛いのです。だからここにクッションをね入れたいなっていうのが思っているんですが、そんな感じでここは現在はくるみさんの水面スペースになっています。そうですね。人が来るとたまに座るけど、でもずっと座ってるとやっぱり痛いね。そうね。だってスーさんそんないつも座ってないでしょ。くーちゃんはいつも座ってるからね。確かに、そうちょっとねやっぱり木だから痛いんですね。なんでクッションをねこうオーダーメイドのクッションをするそんな計画あったんだ。知らなかった。思っているところですね。はい。でこのソファースペースが最近出来上がったというのは、やっとこのコーヒーテーブルがやってきたからです。これはずっと探していて、なかなかちょうどいいなというコーヒーテーブルが見つからず、で前実は一回違うコーヒーテーブルをこれならいいかなということでネットでオーダーしたものが来たんですけれど、表面にグリーンの大理石があって、周りが木みたいな。でネットで見た時はいいのかなって思ったんだけど、来たらすごい重々しかったね。大理石の感じが重々しいっていうか、ものすごい重かった。実際に重かったね。実際に重かったし、違うっていう感じでで結局ネットオーダーだったから返品できるということで返品してしまったんですね。すごい重かったね。返すのも重かった。でそれですごい慎重になってよりずっと探していたのですが、これは結局セレンシーで購入したコーヒーテーブルなんですけど、セレンシーでいつもずっと見ていて、このねテーブルのここが浮いているみたいな感じになっているのが私は面白くていいなと思って。そうね。ちょっと他の家具とはテイストが違う北欧家具らしい感じだけれど、こういうのもまたあってもいいかなということでこちらにしました。でここねフレンチっぽい田舎テーブルみたいなのだとそれはそれですごいカントリー風になっちゃうから、ここはちょっとあえてモダンな感じの北欧家具でもいいかなっていうことでこれを選びました。だからこれも結局このソファーも北欧家具だから、ある意味ここは北欧エリアなんですね。なるほど、そうだったんですね。今思いつきました。そうですね。そしてこのクッションがね、いろいろなものにさらにこういうトルコのインテリアショップで買ってきたクッションとかが加わったり、これはトルコの絨毯屋さんで買ったやつとかね、が入って少し異国情緒になっています。そうね、確かに。そういろんなものが入っています。だってトルコでしょ、トルコ、ニューヨーク。ニューヨークなんだそれ。そうフランス、ハワイなんだ。これもフランス、京都。京都なんだ。京都の串クッション。腰にこうやってするクッションなんですね。でトルコ、なるほど。
フランス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 。はい。この毛のやつは？イケア。なるほど。ていうこの感じです毛のこのクッションだよ。あ、これ？うん。これもあれよ、ここと一緒だと思う。あーマデュラフランスなんだそうですね。なるほどはい。っていう感じですはね。ーいだからいろんな国のものが集まっています。はい。なるほど。で、ここにはこのグリーンの我が家のお気に入りの食器棚。はい。食器棚なのかな、戸棚なのかながありますね。うん。ルイ14世好み、14、16どっちだっけ16じゃなかったっけ？16だっけ、うんこのリボンのやつがね。うんそうでこれは私たちの好きなブロカントショップで購入したやつですね。はい今でもとても気に入っています。はいでこの中は何が入っているかというと、はいじゃじゃーん、別にじゃじゃーんでもないんだけど、いっぱい食器とかが入っているということで、前に壁につけていた棚が結局このお家壁が硬くて棚が取り付けられないので、そのものたちの収納場所がなくてここに集まっているがここのスペース。あ、その上のペース。そうあ、これね。はい、大体が。はいはいはい。でここはお皿とあと花瓶がね結構あったりして、うん。でこの私の密かに集め出したこういう人とかもね、それね。はいそうはとかもいたりするわけですね。い。なるほど。1個はお友達用なんだけど、この辺にもいます。はい。この中にはコップが入っていますね。これはビシーのやつ。はいはいはい。これはあれですよ。ビシーに行って温泉水を飲むためなんだから療養する時のコップですね。なるほど。昔はこんな贅沢な作りで、素敵だね。多分今はもう紙コップとかもらわかんないけど、という感じのものがあって、はい。なんでこの辺り一帯はお皿ですね。私のお気に入りのコルベールなどがこそうね。う収納されているわけです。はいはいはい。で花瓶でしょ、花瓶でしょ、花瓶でしょ。まあだから花瓶とお皿そうだね。小物みたいなほうほうほう感じですかね。はい。これはね昔京都で買ったお皿、綺麗じゃない？うん。素敵。漆塗り象彦、そうですかさん。はい。はい、という感じでありまして、でこの一番下の台に収納されているのがこの人です。収納。収納済み。きゅうちゃんはいつもここで寝るのが好きね。だね。はい、じゃあどうぞ。よいしょ。でこの上にはカゴと植物と電気。なんでこんなとこにも電気があるかというと、このお家は天井に全く1ミリも電気がなくて大変困った結果、各地に電気を配さないと真っ暗な家になってしまうということになったからです。そうですね。これも飲みの市で買ったやつね。そうね。それ可愛いよね。これ可愛いし、うん使いやすい、便利なの。うん。はい。もうこの上にあるのでこの動かしたりとか何もできないんですが、まあ別にいいんですよ。合ってるよね。こそしてことね、それとそうですよね。うんでこれはカゴは何かに使うから、まだ今何に使うかなって言って待機中のカゴです。という感じで、こちらはポトス。ポトスとかを食器棚の上からこう排すのが私は好きなんですね。こういう感じで。で前はアイビーにしてたんですけど、んアイビーの葉っぱがベタベタするってすいうごかったよね。油がね。なんか周りがベタベタしてるなと思ったらアイビーから出てくる油だったので、うん。なんでアイビーは卒業してポトスに変わりました。はい。はい。まあそんな感じでですね、こんなソファースペースが完成しまして、この椅子も何気にね、こう子供の椅子だけど私でも座れるから、こういう感じで皆さんのとこなるほどなるほどということができるわけですね。仮想フレンズが見えるでしょうか。でもこれすごい便利なんだけどな、ちっちゃくて、うんうん85キロまで可能。はい。スーさんも座ることがギリギリ大丈夫なんでギリギリじゃないよ。っていう感じですね。
はい、ではこちらのダイニングスペースになります。こちら、はい。このテーブルとか椅子は前のうちから持ってきたから何も変わらないから、ある意味このゾーンは懐かしいゾーンになっていますね。でも奥に前とはちょっと違う絵を配したりとかしたので、なんかだいぶこう居心地のいいダイニングスペースになりました。でもこのテーブルはもしかしたら買い替えるかもしれない。そうね。一応その計画があります。はい。だからちょっとちっちゃいね、やっぱりね。前のお家には良かったんだけど、もうちょっと大きくてもいいのかなっていうね。そうね。でこの机をツーさんのワークデスク。おしゃれだね。おしゃれデスク。なんかちゃんとした線とか引けなさそうだけど大丈夫？まあ線は引かないから。はい。でこちらにはトラちゃん御用達。そうだね。トラ猫タワー。そうだね。ここ一番最初の頃はクルも乗ってたけど、もうほぼトラしかいないね。そうね。トラちゃん専用スペースだね。まあでもね、ここだと遠くも見えるし、なんか気持ちいいのかもね。そうだね。トラにはね。はい。でまあこの辺にちょっと雑多に物を置きっぱなしになっているのは、もはや収納をどうしたらいいか現状まだ決まってない。もう1年半経っても決まってないので、ここに本当はちょっと薄めの棚を作りたい。というのもうちその電気が天井にないんで、こちらの電気も全て電気コードなので、この辺に電気コードがいっぱいあるわけです。だからそれを隠さなきゃいけないっていうのもあるので、ここに棚を作ったりするとすっきりするんじゃないかなっていう感じですね。はい、でこちらにはサイドボードが、こちらも引っ越してから購入したものになります。これもまたブロカントショップネットで購入したのですが、これはねカルダモングリーンっていう色なのですが、それの色が可愛いなと思って、でももうすでにグリーンの食器棚もあるし、ちょっと色が激しすぎることにならないかしらってちょっと心配して、いろんな人にこれはどう思うって聞いたの。みんな可愛いからいいじゃんって言うからそうって思って買ってみました。はい、結果すごい気に入っていて、このね上の色も可愛いし、このボタンみたいな引き出しとかのとっても素敵だし、これはイギリスアンティーク。あ、イギリスなんだ。セイ。へえ。そうなんです、イギリスアンティークなので、フランス、イギリス、北欧ということで、いろんなヨーロッパを集合させています。そうですね。はい。でこの上の部分はこの間やっと完成した絵画スペースになっています。そして目玉商品はトラ、クル、ユズ。そうね。はい。ですかね。この人たちが来たのでやっと完成させられたっていう感じですかね。そうね。はい。よくこんなにも気がついたら集まったねっていう。気づいたらね。気がついたらね、なんかいつの間にか入っていましたね。でこれとかは日本の作家さんだったよね、確かね。とかだし、でこれはほら私が日本でこの間買ってきたこのブリキのやつでね、面白いねっていうやつだったり、でこちらは阿部さやかさんの可愛い猫の版画だったりとか、あとは同じく版画で石井さんの作品とか、いろいろですね。日本人作家さんがすごい多いよね。まあね、そうね、キャラなんかもちろんほら2作品も日本人作家2さんの作品もございますね。サンクトペテルスブルクで撮ったやつ。あ、そうなの？これ。そうだよ。へえ。でこれはツーさんにもらって、だいぶ色が褪せてきちゃった。そうね、色が褪せちゃったね。太陽に当たっちゃったからね。この作品も結構素敵で、昔ママの誕生日でプレゼントした。もう色褪せちゃったからちょっとね申し訳ない。あれだけど、でもしょうがないね。日に当たるのどうしようもね。っていう感じで、で鏡も取り付けたのでちょっと便利になった。
うん、そうね、そこでちょっとここでこうあらみたいなことができるからね。そうだね。はい。でこの上はなのでだいぶすっきりしてでもここはなんか白っぽいものあってみてみて、せめてもの白っぽいものがあるスペース、うちにある珍しい白物、色のないスペースになっています。はい。さりげなく増やしたスヌーピー。はい。これはツーさんが買ってくれた最近のお気に入りのアスティとか、はい、この辺もほら、あ、うちのお母様から、はい、買ってきた可愛いアイテムだったり。そうだね。これはのみの市。これはトリプティックで買ってきたものでしょ。これもそうだよ。トリプティック。あら、テントウムシがいないわ。テントウムシ、テントウムシ。これテントウムシ。とかね。こちらもトリプティック。こちらもトリプティック。そうね。トリプティックがいっぱい。トリプティックという素敵なストアでいろいろ購入しております。このランプもすごい気に入ってるよね。こうやって見るとうちは鳥も多いよね。そうね。これも鳥。縁起が良さそうだから好き。それも鳥。あ、そうなの？縁起いいの？鳥って。これも鳥。いろいろ鳥があるわね。そしてこの一番右にあるのはありがとうございます。2万YouTube。懐かしい、ね。懐かしい。もはや。はい。でこの中には、まあなんか薬を入れたりしています。こう仕切りがちょうど良い感じだったから。本当は多分食器とかのカトラリーとか入れるの。なるほどね。カトラリーね。そう。だけどうちは薬。薬だらけ。もうそういう年だから。いやいやいや、大事でしょ、そりゃ。そりゃ大事だよ。でこちらはですね、お皿と布と薬。でこちら側にはちょっと大きめのお皿とか、あとはオーバル系がいろいろあったりしてですね、こんな感じで。だからオーバルの大皿みたいなのがありますね。こんなのとかね。よいしょ。でここにはスーピエールとか。このナイフはシルバーで買ったんだけど、ここがあんまり綺麗じゃないからここを直してほしいなって思いながらもう何年も経っている。言わなきゃ治らないよ、まみちゃん。そうでもね、一回持ってったの、そういうお店に。そういうお店が閉まってたの。あ、なるほど。それであーってなって、あーってなって、はーってなって忘れちゃったね。もうそのまあそんな感じになっていて、でこちらはですね、もう私の大好きなこのコルベールがたくさん収納されています。この辺はディナー皿だったり、ちょっと欠けちゃったから直そうと思っているこのバスク柄とか、こんなお皿もあったりとかね。あとデザート皿もあったりとか、あとはコルベールのスープ皿もあったりとか、あとはオクトゴナルとか、まあこんなディナー皿が、ディナー&大皿がいろいろ入っています。はい。で布物がいろいろこの辺に布巾とか、あとテーブル、ランチョンマットとか、テーブルクロスとか、でこんな感じでいっぱいナプキンとコースターも入れております。もうこれはこのままさっと出してさっとできるようになっているんですね。なるほど。だからいつも折りはこれ。はい。でここには他にもコンポティとか、私の宝物の、とかピエモンテ、こんなんあったねっていうとかかなとか、まあね、ありましたね。フローラですね。でここにも前のうちから持ってきたトラ愛用のタワーがあります。トラちゃんは猫タワー2個使い、他の猫は乗らない。何なんだろうね。わからない。でこちらは前のうちから持ってきた白い食器棚です。これは相変わらずお気に入り。
中身はあんまり入れ替わっておりませんが、よいしょ、こんな感じで上からグラス類、シャンパン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 、そうだね、ワイン、はい、ワイン、ワイン。でも私のシャンパン好きを反映しているのがシャンパンのグラスが多いですね。そうだね。カレバカラ、そうだね。カレバカラフルタ、これはクープ、いろいろあります。いろんなスタイルでシャンパンが飲めます。はい、はい、でこちらはティーカップ&ティーポット棚になっています。ちょっともうなんかあっちこっち入り乱れていますが、いつも何とかして下と上を見つけ出しています。そうですね。はい。でこの棚はもう完全に普段使いのお皿がいっぱいある感じで、この辺はデザート皿なんだけど取り皿にしているものとかラビエとかもあるし、こう日本から持ってきたお皿とか、この辺はこれもやっぱり日本から持ってきたガラスのお皿ですね。はい。ここはだから和食に使うものも多いってことですね。この辺もね。はい。はい、で下もそう。だけど卵入れとかもいる。卵入れコーナーを置いてきました。だいぶ7個まで増やしました。はい。はい。であとは箸置き代わりに使っているナイフ、フォークリストとかね。なるほどね。はい。とかこの辺にラビエがいっぱいあったりとかね。この辺はね豆皿がいろいろありますね。はい。っていう感じで。で下はここも普通にお皿。ここはこの辺はオクトゴナルのデザート皿がバーッと揃ってたりとか、この下はあれだね、バスク柄のデザート皿とかテリーヌ入れとか、こういうのはサラダとかに使ったりとかね。なるほど。っていう感じですかね。はい。こちらも前のうちと変わらずお掃除&レコードコーナー、不思議なコーナー。お掃除グッズがいつでもすぐ掃除できるように収納されていながら音楽も聴けるというコーナーになっています。でこちらの美濃市で買ったバンビ&ワンコとかがいたりましてますね。この植木鉢ポットの中身のやつがいなくなっちゃったから新しい植木を買わないといけないという感じですね。はい、でこちらが玄関です。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。ここは、本当はここにこう絵を描きたいんですが、今現状うちの絵はもう全部使い果たしてしまったので絵がないですね。なんで早急にまた絵を探しに行かなくてはいけませんね。はい。この植木とかもだいぶ大きくなったね。このスツールもノミの位置で買ったね。そうだね。今思うと100ユーロもしたって高かったね。そうでも物ちゃんとしてるしいいんじゃないって俺は思うけど。そうでもあの当時だよ。90ユーロぐらいだったよ。100だった。100だったんだ。覚えてんだよく。でまあだからこの辺は私の好きなアスティエとかのサラリとアスティエを並べてみたりして4点さらってあります。っていう感じ。なぜかこれは本当はろうそく皿だけどろうそくじゃないものを刺していたりとかしてね。そうですね。はい。っていう感じになっていますね。これはマランさんの立体絵。懐かしい。これも貼ればよかったね、よく考えたら。いやそうね。でもまあこれはなんかこの玄関に合ってんなって俺は思ったけどね。そう。なるほど。まあでもとにかくここに絵があるといいなと私は思っています。はい。でここにはお客様スリッパ、小若さ、自分たちスリッパが入っています。でこちらにはこれまた食器棚とかを買ったのと同じブロカントショップで購入した
これもルイ16世好み的なやつだったよね。わからない、なんか間違ってたら嫌なんですけど、ナポレオンじゃないよね。ナポレオンじゃない、ルイ。まあとにかくそうね、ルイっぽい人の頃の椅子。はい、でそこにはこのトルコの絨毯屋さんでおまけにつけてくれた青いクッションがおります。はい、これは何で青かというと、玄関に青い絨毯をここに敷くとよろしいって言われたのに青い絨毯が見つからなかったから、青いクッションならいいんじゃないかというよくわからない妥協点になっています。はい、だから青いサークルの絨毯を置けるなかなかないんだよね、青いサークルってね。本当ないのよね。いいやつね。そうなんですね、っていう感じになっています。で、つーさんはここでいつも靴を履く。そうね。で、私的にはここに鏡をつけたい。あでもなかなかまたこの幅がねちょうど狭いのよ。フランスの鏡ってすんごい大きいワイドタイプか、なんか謎に細いやつしかなくて、こんぐらいでいいの。っていうのは、でもちょっと姿にみたいにちゃんとこう全身が映るやつが欲しいってなると、すごいないの。アンティークでね。誰か知りませんか？はい、っていう感じですね。はい。